音楽の天才の人生を描いた名作映画、アマデウス。イギリスの安城時代を背景にし、アカデミー賞賞を受賞した映画、女王陛下のお気に入りでも、多くの登場人物が白い粉をまぶしたカツラを着用しています。興味深いことに、この伝統は現代においても完全には消えていません。イギリスでは現在も、裁判官や上下院議員が、裁判や公式儀式の際に、伝統的なお白いカツラを着用し、過去の慣習を継承しています。なぜ今でも頭に粉を振りかけてカツラをかぶるのか。当時の文化、衛生、病気、そして権力の故事が絡み合った。非常に興味深い物語を始めてみましょう。お白いカツラ、つまり白い粉を振りかけたカツラは、17世紀後半から18世紀のヨーロッパで流行しました。このカツラの正式名称は、パウダードウィッグまたはペリウィッグであり、振りかけられていた白い粉は、小麦粉だけでなく、米粉、じゃがいも粉、または香料を混ぜた花粉なども使われていました。パウダードウィッグが流行した背景と理由について、歴史的事実に基づいて詳しく説明します。その始まりは、梅毒という病気にあります。16世紀末から17世紀初頭にかけて、ヨーロッパ全域で梅毒が蔓延しました。当時、梅毒は不治の病であり、主な症状の一つが深刻な脱毛でした。権力者や貴族が剥げることは体面を保てないことを意味しました。フランスのルイ13世は20代前半から髪が抜け始め、早くに剥げてしまったため、カツラを着用し始めました。これが貴族の間で粋な解決策として広まりました。梅毒にかかった人々は、脱毛や皮膚の発疹を隠すために長いカツラを着用し始め、特に当時の男性たちは、カツラによって、健康で豊かな髪を持っているように見せようとしました。また、衛生面もカツラ流行の重要な背景でした。17世紀のヨーロッパには、現代のような衛生設備が整っていませんでした。頻繁に髪を洗えなかったため、シラミなどの害虫が頭に住み着くことがよくありました。頭に粉を振りかけたり、香料入りの粉を使うことで悪臭を隠し、シラミを除去または隠す効果がありました。カツラを着用することで、元の髪を剃ったり刈ったりして、害虫の繁殖を防ぎ、臭いも覆い隠すことができました。しかし、このカツラは単なる衛生用品を超えて、ファッションと社会的地位の象徴となりました。フランスのルイ14世は、パウダードウィッグ流行の最大の立役者です。彼は若い頃から脱毛が激しく、その弱点を隠すために、豪華なカツラを着用しました。彼のカツラは非常に華麗で壮大であり、王室の権威と富の象徴となりました。王のカツラ着用は、貴族社会にも広まり、カツラは単なるファッションアイテムを超えて、社会的地位と富を誇示する手段となりました。カツラの大きさや装飾は、着用者の身分を示し、より大きく華やかなカツラほど高い地位の人とみなされました。当時の記録によると、貴族の男性が朝にカツラを整える際、召使いが2から3人借り出されて、粉を振りかけながらブラッシングしたそうです。この光景自体が召使いが多く、流行を楽しむ余裕があるという故事でした。かつてのヨーロッパ上流階級の邸宅には、髪飾りを整える専用の空間が設けられており、そこでカツラに粉を振りかける習慣が、今日私たちが使うパウダールームという言葉の語源となりました。このようなカツラ文化は、法曹界や軍隊の服装規定にも影響を与えました。17世紀と18世紀には、法曹界や軍隊で、カツラが公式な服装規定として採用されました。イギリスの法曹界では、現在でも一部の行事で、カツラを着用する伝統が残っています。
これは当時の流行を超えて、職業の権威や伝統、法廷の中立性と威厳を象徴する要素となっています。カツラに振りかけられた白い粉は、単なる装飾ではなく、様々な機能を持っていました。カツラは、馬、ヤギ、羊などの動物の毛で作られており、そのままでは油っぽく、臭くなり、傷みやすかったのです。そこで小麦粉、でんぷん、白塩分などを振りかけて、白くふわふわにし、匂いを隠し、害虫も防ごうとしました。当時の衛生状態が悪かったため、粉に加えられた香料は、悪臭を隠すのに効果的であり、粉を振りかけることで、髪がまとまり、希望の形に整えやすく、ボリュームを出すなどスタイリングにも役立ちました。また、白い粉を振ることで、年を重ねて白髪になったように見せ、知恵と経験を象徴することもありました。しかし、華やかさの極みを誇った貴族たちのカツラ文化は、時が経つにつれて嘲笑と批判の対象となりました。当時、小麦粉は庶民の命を支える主食の材料でしたが、貴族たちはそれを頭に振りかけて装飾に使いました。飢えに苦しむ民衆の目には、この贅沢が極端に映り、風刺画や歌では、パンの代わりに頭に小麦粉を乗せる者たちと嘲笑されました。フランス革命の炎の中で、このような虚栄は徐々に姿を消していきました。イギリスのある風刺画では、貴族の頭に小麦粉を振りかけ、その隣にネズミが群がる様子が描かれ、実際にカツラの中に害虫やネズミが住み着くことも珍しくありませんでした。さらには、フランスのある貴婦人が重すぎるカツラをつけて、舞踏会に出席し、気絶したという記録も残っており、数キロにも及ぶカツラも存在しました。当時の数キロのカツラは、単なる装飾ではなく、時代の虚栄を象徴する重みそのものでした。結局、おしろいカツラは17世紀と18世紀に流行し、その背景には、梅毒による脱毛、シラミの繁殖などの衛生問題、そして、ルイ14世が主導したファッションと、社会的地位の誇示欲が複合的に作用していました。時が経つにつれて、庶民の怒りと風刺の対象となり、フランス革命以降はカツラをかぶって歩く貴族が、怒れる民衆の報復の対象となり、急速に姿を消しました。それでもなお、パウダードウィッグは、この時代を象徴する重要な歴史的シンボルとして残り、現代においても法廷などでその伝統の痕跡を見ることができます。皆さん、今日のお話はいかがでしたか？短い時間ではありましたが、あなたと共に過ごしたこのひとときを心から大切に思います。あなたの一歩一歩に、いつも幸運が寄り添いますように、心より願っています。